皆さんこんにちは。レゴビルダーの三井です。アシスタントのモコです。今回もパーツ紹介していきたいと思います。今日のパーツはですね、こちらのパーツです。5面ポッチですね。そうですね。5面ポッチという名の通り、ポッチがね、5個ついてるんですね。みんな大好きな人気のパーツです。そうですね。特に小さい作品作る人は、やっぱポッチが小さいところに凝縮されてるっていうのはすごく嬉しいんで、小さい作品作る人にはもう大人気のパーツですね。僕とかのロボが基本専門なんで、よくこういうのは使うんですけど、やっぱみんなね、ロボ作る系の人はこれ大好きなんで。なんかロボットの中核というか一番コアな部分に使いたくなるパーツですよね。関節とかに使ったりもできるし、なんか顔の細かい表現とかにも使えるし、いろんな方向にパーツが付けられるんでね。それがすごい拡張性があって、細かい表現にもつながるから、すごい重宝しているパーツです。これね、さっきモコさんが作ってくれたやつなんですけど、こういうね、可愛い顔をね、つけたりとかもできるので。これはかなり簡単なロボットですね。これ1個中心にいろんな方向にパーツが付けられるんでね。これ確かに足と腕の関節それぞれ使ってるし、あとこれ頭のところも目をつけるのに使ってますね。例えばこれとかだったら、目がね、真正面向いてたりとか、真横にしかできないんですけど、これだと。これだったらちょっと角度をつけた状態でつけることも可能なんで、こういう使い分けをしたいっていう時にも使える便利なパーツになってます。結構動物とか作るとき、真横だとちょっとなんか魚みたいになっちゃうし、真正面だとちょっと顔がきついみたいな時あって、ちょっと斜めにしたいみたいな時ありますよね。そういう時に確かにこの45度角度ついて、こうなってると、すごい愛らしい感じというか立体感あって可愛いですよね。やっぱその立体感出すってね、結構やっぱそのビルドテクニックというか見せ方のレベルアップにつながるんで、これ一つ大事なテクニックですね。で改めて見せますけど、全部にポッチにパーツをつけるとこんな感じになります。これだけでなんかちょっとキノコみたいな感じで、それこれ赤にしてみたらキノコだったり、そうですね。なんか代わりに緑にして木の幹とかつけてやればちっちゃいミニチュアの木にもなったりするんで。そうですね。すごいマイクロスケールというか、すごい小さいスケールのモデル作るときとかにはすごく便利そうですよね。この横にパーツをつけられるっていうのは、これだったり、当然ここにもまたつけたりできるんですけど。表に出てくるパーツっていうよりは、こうやって中で使うパーツとしてすごく優秀な感じしますね。内部用みたいな。このパーツがね、出たのが1985年と結構古いパーツなんですよ。古い割には色の種類がそんなにないっていうさっき話に出てたこのね、中に使うことが多いから、もしかしたら色の種類が少ないってのあるかもしれないですね。中だったら見えないからみたいな感じで、色の種類そんな作らんでもいいのかなみたいな思われてるのかもしれないですね。確かに。あとはこんな全方向にパーツをつけながら、微妙に膨らみをつける時の組み方に使えますね。以前紹介したパーツでもこの横向きにつけるって意味だとこの組み方ってのはできるんですけど、このブロック使ってるとここからさらにまたポッチがあるので、この手前側にもパーツを足したりとかできるわけなんですよね。そうすると平面的に丸い形を作るっていうだけじゃなくて、奥行きにも丸い形をつけたりとかできるので、一気に立体的な表現の幅が広がりますね。ちょっと応用編みたいな感じなんですけど、これをねつけるじゃないですか。で今度こっち向きにこれでつけるじゃないですか。同じのをもう一つ。これポッチが絶妙に干渉しないんですよね。ギリギリここで止まってくれる。でこれをこうするじゃないですか。この段階ではくっついてないですけど、うまくはまりそうなポイントっていうことですね。そうです。ここではまだつかないけど、ここでこれをね貼り合わせてあげると、ちょっとつけるのがコツいるんですけどね、こうやってやると、なんと6面ポッチ状態になるっていう。これ一番コンパクトに組む方法ですかね、多分。そうですね。実はこの組み方、一番最初のパーツ紹介でヘッドライトパーツを使って同じ形、実は作ってるんですけれども、あれよりも頑丈になってて、そうなんですね。それぞれの面に対してポッチが2つずつついてるので、そうなんです。ねじれないっていう良さがあります。一応近くでこれですね。
中見るとここにしかポッチがないんで、どうしてもこうずれちゃったりするんで中見えるんですよ。その点こっちだとポッチが2つついてるのでついててねじれないと。ねじれないんで中が見えるっていうこの気を使う心配がないんで、それが便利なところでもあります。結構作品として仕上げるようになってくると、撮影する時とかにちょっと歪んでて見えちゃってたっていうのは結構ね、がっかりポイントになっちゃうので、そうですね。そういうところも防げるっていうのはいいところですね。頑丈に越したことはないんでね。そうですね。後で写真撮り直すとかすごい結構めんどくさい。そうですね。このパーツ紹介、これからね、こう上級者向けになっていくっていうところがあって、上級者になってくるとやっぱ自分の作品をね、みんな作るようになってくるんで、ぜひね、写真も撮りたいっていうのあると思うので、そうなってくるとこういうこだわりがね、生きてくると思います。で、このパーツなんですけど、全部のポッチにこんなね、穴が開いてるんで、これ細い棒をね、こう、ブスッと刺すことができるんです。こんな風にね。これを応用したのが、こういうクリップ付きのバーを刺したりして、で、このクリップにこういうパーツをね、かませてやると、可動パーツになったりするんで、これがね、こういう組み方がよく、ロボットとかに作る人は、よく使ってる組み方になりますね。簡易ボールジョイントじゃないですけども、その、回転と、回転しつつ曲げるっていう両方できるっていうところですね。それが両端だったり、こっちもこっちもこっちもみたいな、いろんな方向に広げられるんで、このポッチが多いと何がいいかっていうと、そのやっぱり拡張性が増すっていうところで、そうですね。はい、ここ今ポッチ余ってるの、これバーを足して伸ばしてってあげてもいいんですけど、普通にブロックを足してそこでまたさらに伸ばしていくこともできるので、とにかくポッチがあればその先に物を付け足していけるっていうことで、その足がかりになるパーツにはなってますね。でちなみにこの組み方、アクアリウムの作品を昔作ったことがあって、でそのアクアリウムの作品でサンゴの表現するときに使ったことがありますね。でこれは中のバーのところですね。これちょっと柔らかい素材のやつがあったりすると思うんですけども、柔らかくてチューブになって長いやつですね。そのパーツを使ったりすると、これたくさん連ねてちょっと曲げたりとかして、でそれでこうよりサンゴらしい雰囲気が作れたりとかするんで、そういう楽しみ方もできたりします。このバーさせるとかポッチをね、いっぱいパーツつけられるとかいうのをね、利用した今回の作例を今日は持ってきたんで。もこさんの作品持ってきてもらいました。珍しく。珍しいですよ。ちょっと上から見てみますか。すごいかっこいいですね。ありがとうございます。さすが。どこに使ってるかっていうの、これです。これが、例えば、型だったり、ここですね。黒いのはそうです。で、このバーをさせるっていうのを利用して、この腕のね、こう回転だったり、この曲げに使えるようにしてます。結構1ポッチだけなのに結構しっかりくっつくもんなんですね。そうなんですね。意外と頑丈につくんです。二の腕のところにもこうやって使ってます。これが。関節入れつつ、ここになんか肉付けをして、腕のボリュームを出そうかなみたいな組み方にも使えます。これちなみにここヘッドライトと並びで使ってんのもポイントかもしれないですね。そうですね。これ1個だけだとちょっと肩幅足りないかなって時に、これ1個足して、でこのプレート1回つけてやると強度が出るんで、こうしてやるといい感じの肩幅になるなみたいな。これはテクニックが詰まってますね。膝の裏とかもそうだ。本当だ。これ簡単にはバラせなさそうなマシンですけど。だから2段階でこう動くみたいな。わかるかな。こうみたいな。結構関節って1個で動かしがちですけど、1個だと90度しか動かないみたいな。そうなんですよね。膝のね、膝が硬い人みたいな、関節硬い人みたいになっちゃうから、2個曲がるとね、2個曲がると結構ポージングが違って広がりますよね。足首も同じように。足首にも使ってるんですね。そうです。本当にじゃあ品質パーツなんですね。実は顔にも使ってるんです。
これね。こんな風に。めっちゃ使ってますね。3つ使ってます。3つ使ってますね。で、こうやって目をつけつつ、で、これも、こうね、角度つけた状態で、これとまあ考え方が似てるんですけど、こう、ピシッとこう、角度のついた目にできるんです。で、こうやって蓋してやると、もうがっちりしてるんで、強度がしっかりなるんですよ。こっちが3つ止まってるんで、こことこことここで。これだけだとちょっとね、外れるんですけど、蓋してやれば、もう壊れないみたいな。さっきそのポッチが多いと拡張性が増すって話をしたと思うんですけど、拡張性が増すと同時に強度を増す組み方も選択肢が増えるので、その強度を増すためにもポッチはたくさんあった方が便利だったりしますね。ちなみに今回紹介したパーツたくさん使ってましたけど、この関節使ったことでどれぐらい可動域広がってるかちょっと見せてもらってもいいですか？はい。まず肩、肘、まあ膝がこんな風に動いて、例えばこんな感じで。おー、すごい。わかるかな。このね、膝のこの柔らかさとこの足首の柔らかさ、これはね、2個関節がついてるからできる技って感じですよね。こう深くこうなんだ、腰を落として感じみたいな。かっこいいね。やっぱね、こういうロボットは動かせると楽しいんでね。あと写真を撮ると写真映えもするんで。可動域が広いってね、大事なポイントですからね。可動域広げる意味でもこのパーツはすごい使いやすそうです。はい、じゃあ今回のパーツもちょっとまとめていきたいと思います。まず一つ目はですね、いつもみたいにこうブロックの向きを変えるって意味では同じなんですけれども、さらにこうポッチが余ってる、さらに追加する場所があるっていうことで、ここからさらに拡張していくことができるっていう便利なパーツっていうのがまず一つ目です。で、次はですね、こういうこの目のとこなんか注目してほしいんですけど、こういう風にちょっとこう角度を変えてパーツを足していくみたいな使い方もできるので、これもこのパーツ独特な使い方で便利なところになってます。さらに3つ目は、こういうバーを刺すことができるので、これを使ってですね、関節を作ったりすることもできますし、細かい表現ができるので、これも一つ便利な使い方になってます。ちなみにこれなんですけどね、こっちに刺す分にはまあいいんですよ。こうね。で、あとちょっと刺す分にもまあ大丈夫だと思うんですけど、これをね、こうさらに向こうのこっちにめがけてこう突き刺すとね、ちょっと抜くの硬くなるんで、それだけはちょっと注意してもらって、もう一回こう細い棒を、これまた硬いですね、これ。やっぱポッチの穴にある程度しっかり刺さるっていうのはいいとこなんだけど、2個刺さると2倍硬くなるみたいな、そういうとこなんでしょうね、多分。こうやってやれば、なんとか抜けるんで、一応それだけ注意して扱ってください。これも大事なポイントではありますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回みたいにですね、こういうパーツ紹介これからもやっていきたいと思ってますので、なんかまた知りたいよってパーツがあったらですね、コメント欄でぜひ教えてください。この動画役に立ったなと思ったらぜひ高評価、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた。